どうも、今回もオーバーロードをゆっくり解説していくぜ。わーい。さてと、今回は前にも予告した通り、原作の進め的な動画なんだが、解説を始める前に一つだけ。この度、視聴者の方々のご協力もあり、ついにチャンネルを収益化することができました。お、やったじゃない。わざわざ新しいチャンネルを開設した甲斐があったね。ああ。収益化のためには、チャンネル登録者1000人、総再生時間4000時間以上、っていう基準を満たさなければならないんだが、大勢の方が動画を見てくださったおかげで、あっという間に基準を突破できた。普通だと、その基準を突破するだけでも大変なんだけど、このチャンネルの場合だと、1週間もかからなかったもんね。本当に視聴者の方々に感謝だよ。ああ。視聴してくださった方はもちろん、コメント欄でアドバイスをくださった方、応援してくださった方、メインチャンネルの方からついてきてくださった方、本当にありがとうございました。これからも広告を貼るにふさわしい品質の動画を作っていくつもりなので、どうぞよろしくお願いしますだぜ。ってなわけで、記念すべき収益化第1回のテーマは、オーバーロード、原作のすすめ、だ。アニメ3期が終わって、早2ヶ月、今更感もあると思うが、私としてはアニメ派の方々にも、ぜひ原作の魅力を知っていただきたいのだぜ。それと、原作に興味を持ってもらうため、動画の後半で、軽くアニメ3期終了後のストーリーを紹介するつもりだが、ネタバレが嫌だって方は、注意してくれだぜ。ネタバレのタイミングが来たら、再度警告するから、そこまでは視聴してくれて大丈夫だがな。なるほど。でもさ、オーバーロードって確か、ウェブ版と書籍版があるんだよね？一口に原作って言っても、どっちを指してるのかわからないよ。そうだな。それじゃあ最初に、オーバーロードって作品の、メディア展開から説明するか。まず、オーバーロードは大まかに分けると、ウェブ版、書籍版、電子版、漫画版、アニメ、といった感じで展開しているんだ。このうち最も古いのがウェブ版だから、ウェブ版が厳密な意味での原作だと言えるだろう。厳密な意味での？なんだか回りくどい言い回しだね。何か理由でもあるの？ああ。最初に世に出たのはウェブ版なんだが、オーバーロードの人気が高まり、書籍版として刊行される際に、ウェブ版から大幅な再構成、改変が加えられているんだ。つまり、同じオーバーロードでも、ウェブ版と書籍版では、かなり内容が異なるのだぜ。そうだったんだ。具体的にはどんな違いがあるんだろう？キャラクターもストーリーも結構違うんだが、そうだな。例えばだが、ウェブ版ではアルベド、マーレは存在しないのだぜ。他にも、名前は同じだが性別、役割が異なるキャラとか、書籍版で新しく登場するキャラとかも多いな。アルベドとマーレのいないナザリックとか、想像できないんだけど。それくらい大きな違いがあるってことだ。それに、ストーリーも大筋は似ているが、細部はかなり違っていて、特に大虐殺以降の展開は、全く別物なのだぜ。ウェブ版と書籍版で2倍楽しめるんだね。なんだか興味が湧いてきたよ。書籍版とウェブ版は、例えるならばハヤシライスとカレーライス。いや、ビーフシチューとシチュー。おかきとせんべい。どんどんわかりにくくなってるじゃないの。まあ、とにかく結構な違いがあるってことだ。そして、アニメと漫画も基本的に書籍版準拠で作られているから、分類するとこんな感じになるかな。電子書籍版も書籍版と内容が同じだから、書籍側に分類されるぜ。なるほど。最初に作られたのはウェブ版だけど、その後のメディア展開は書籍版が基盤になってるんだね。ってことは、読むとしたらやっぱり書籍版なの？ああ。アニメを見て興味が湧いたって方は、書籍版、電子書籍版を買えばまず間違いはない。だが、書籍版は文字が多くて分厚いし、活字に抵抗があるって方もいるだろうから、そういった場合には漫画版をおすすめするぜ。漫画版？って言っても、2種類あるみたいじゃない？漫画には、書籍版をコミカライズしたものと、4コマ漫画の2種類があるんだが、4コマの方は、不死者の王、と言って、見ての通り、ギャグテイストだ。一方で、書籍版をコミカライズした方は通常のストーリーが進行していく感じだぜ。個人的には、不死者の王も好きなんだが、どちらかっていうなら書籍版準拠の方をおすすめしたいな。でも、漫画だと書籍版ほど綿密な描写は難しいんじゃない？
アニメみたいにところどころカットされちゃったりとか。まあ、確かに序盤は駆け足なんだが、ストーリーが進むにつれて描写が綿密になってきて、アニメに比べれば話の背景もつかみやすくなっていると思うぜ。情報量では書籍に及ばないが、手軽に楽しむ分には最適なんじゃないかな。綿密な書籍版か、手軽に楽しめる漫画版か、悩むところだね。一つ大事なことを言い忘れていたんだが、漫画版は現在、アニメ2期の王国編あたりまでしか進んでいないんだ。そのため、3期の続きをすぐに漫画版で読むってことはできないから、そこには注意してくれだぜ。せっかく漫画版に興味が湧いてきてたのに、3期の続きが気になるから、やっぱり書籍版か電子書籍版を買うしかないかな。電子書籍には電子書籍のメリットもあると思うが、個人的には、やはり書籍版をおすすめしたいな。あの圧倒的なボリュームは、何物にも代え難く、手に取った時の感動も素晴らしいのだぜ。ちなみに、アニメの3期は原作の7、8、9巻に相当するから、アニメの続きだけ知りたいという方は、10巻から買ってもらえば大丈夫だ。ただ、アニメは書籍版と比べ情報量が少ないため、アニメからいきなり書籍版の10巻に入ると、以前にこんなことがあって、あの出来事の裏にもああいうことがあったのってな感じで、うまく内容を理解できない可能性がある。そのため、個人的には1巻から、それが無理ならば、せめて2期のスタートにあたる4巻からの購入をおすすめしたいな。そんなお金ないよ、と思われる方もいるだろうが、書籍版で読んでいない部分が多いほど得られる情報量が減り、内容の理解が困難になってしまうんだ。決して強制したり、こうしなければならない、というつもりはないんだが、やはりより多く書籍版を読んでほしいのだぜ。アニメでは語られていない描写も満載だから、アニメ視聴後でもきっと楽しめると思う。まあ、書籍版と漫画版については大体わかったよ。それで、ウェブ版は書籍版と比べてどうなの？さっきも言った通り、キャラやストーリーがかなり異なっているのだぜ。極端な話、別々の作品として楽しむこともできるくらいだと思うんだが、そういったところは置いておいて、ウェブ版の大きな利点は、無料であること、だな。本当に無料なの？オーバーロードは、小説家になろう、や、アルカディア、といったサイトに掲載されているから、検索すればすぐにヒットするはずだ。個人的には、書籍版に比べると若干文章が洗練されてないかな、とも思うんだが、書籍版にはない独自の描写があったり、書籍版の世界観や設定を補ってくれたりするから、ウェブ版の方が好みかも。って人もちらほら見かけるぜ。それに、ウェブ版を読んだ後で書籍版を読んでも、十分楽しめるから、ウェブ版を試し読み用に使ったり、書籍版購入を検討する材料に使うこともできるだろうな。電子書籍版も、最初の数十ページは試し読みできるみたいだから、そのあたりはうまく組み合わせて使ってほしい。私もまずはウェブ版を覗いてみようかな。アルベドやマーレがいなくても大体の雰囲気はつかめそうだし。そうすれば間違いは起こらないだろう。書籍版はそれなりの値段がするんだが、それにふさわしいだけの価値があると分かってもらえるはずだ。さてと、作品の展開について色々と話してきたが、ひとまずはこんなところかな。ただ、商品展開について延々と語っても、オーバーロードに興味を持ってもらえないだろうから、ここからは作品自体の魅力を話していくか。待ってました。はじめに断っておくが、作品の楽しみ方は千差万別。100人読者がいれば、100通りの読み方があるはずだ。そのため、これから話すことは、あくまでも、個人的な見解だと思ってもらえるとありがたい。そんなことはわかってるから、早く魅力を紹介してよ。紹介しようと思えば、いくらでも紹介できそうだが、私が第一に挙げたいのは、重厚な世界観と詳細な設定、だな。私も、有名なラノベはあらかた読んでいるが、その中でもオバロの世界観の綿密さはやはり突出してると思うぜ。ページ数が多いのに加え、文中の様々なところに、風土、文化、伝承、などを示唆するような描写が出てくるから、そういったものが世界観を深めているんだろうな。設定好きにはたまらない要素だね。
ラノベで、世界観が作り込まれてる作品って多くないから、そういう意味では貴重かも。加えて、キャラクターのスキルや魔法、職業や種族といったものも細かく設定されているから、RPG 好きにはたまらないな。特に、様々な職業やクラスを組み合わせてキャラを育てるって感じのが好きな方はハマるだろう。なるほど、そんなところまで作り込まれてるんだ。作者さんが全部一から考えてるのかな？どうだろうな。作者の、久金先生は、ダンジョンズ&ドラゴンズ、TTRPG のプレイ経験があると公言しているんだが、作中にもその影響を受けたと思われる箇所は存在する。加えて、古今東西の神話やクプルフ神話なんかからもネタを引っ張ってきているから、TRPG やクプルフが好きなら気に入るかもな。そういう作品って、独特のダークさっていうか、不思議な雰囲気があるもんね。私も好きだからハマっちゃうかも。いつかも言ったが、オーバーロードは、ハマる人は本当にハマる作品だ。ある時誰かが、オバロにはコアなファンが多い、と言ったそうだが、個人的にはその通りだと思うな。ふむふむ、コアなファンが多いか。それを聞くと、新参は少し入っていきにくいような。そんなことは決してないぜ。新しい読者が増えるのは喜ばしいことだし、そもそも、入っていきにくい、なんて感じる必要も全くもない。少子でも興味があるなら、ぜひとも購入を検討してみてほしいぜ。というか、アニメ1期の放送後に原作の売り上げが60万部から200万部に増えたって話もあるから、現在の読者の半分以上はアニメから入ってきたとも言えるだろう。それに、設定や世界観の重厚さばかり語ってきたが、ストーリーの展開も秀逸だし、読んでいて飽きることはないぜ。物語の方も、しっかりと作り込まれてるから、そこは心配しなくても大丈夫だ。重要な人物や善人でも容易に死んでいく、シリアスかつダークな雰囲気だから、そういうのが好きな方ならなお楽しめるだろう。そうやって聞くと、私でも大丈夫そうかも。書籍版オバロは、分厚く文の量も多いから、それを敬遠して、読むのを控えているって人も見かけるが、文章は別に難解ではないし、並みいるラノベと比べて格別読みにくいってこともないから、ぜひ試し読みなどで一読してみてほしいぜ。まあ、オバロー、ラノベ、と分類するべきかどうかはたまに議論になるがな。さてと、これだけ話せばいざ、オバロー読むぞ、となった時も困らないだろう。まだまだ伝えられていない魅力はたくさんあるんだが、そこは各々実際に読んで見つけてほしいな。で、ここからはよりオバロに興味を持ってもらえるように、3期以降のストーリー展開を紹介していこうと思うが、冒頭でも言った通り、ここから先は、ネタバレが満載なので嫌な方は気をつけてくれ。それと、アニメ3期以降のストーリーは、ウェブ版と書籍版で大幅に異なるんだが、アニメは書籍版準拠だから、ここでも書籍版のストーリーを紹介するぜ。アニメ3期以降のストーリー、すごく気になるよ。早く。よし、それでは行くぞ。まず、先ほど言ったように、3期の終わりが原作の9巻に当たるんだが、その次の10巻は魔導国建国に対する周辺諸国の動き、反応が描かれている。かつて平野でアインズ様の力を目にした、帝国、法国、王国がそれぞれどう動くのか、ってのが見どころだな。加えて、魔導国の内政状況やエランテルの様子も描写され、アインズ様がいかにエランテルの人間を懐柔するのか、って過程もあるぜ。巻の後半では、帝国やジルクニフ、法国も話に絡んできて、アインズ様の戦闘シーンもあるから、なかなか面白い。で、次の11巻だが、アインズ様が部下と共にドワーフの国を訪れる話だ。目的は、技術の探求、外交、プレイヤーの痕跡の捜索などにあるんだが、そこにドワーフの国が抱えている問題も関係してきて、バトルや探索描写が比較的多めの巻になっている。また、1期以来となるシャルティアの戦闘シーンも登場するため、守護者最強の活躍を存分に楽しむことができるぜ。キャラの成長や心理的な変化もあるから、個人的にはかなり好きな巻だ。なるほど。それぞれの巻に特色があって面白そうだね。それで、次の12巻は？次なんだが、2巻がセットになって一つの事件を描いているのだぜ。12巻が上巻で、13巻が下巻みたいにな。話としては、
王国を襲った大悪魔、ヤルダバオトが、アジン連合軍を率いて、ローブル西王国へ侵攻。滅亡の危機に瀕した西王国は、新興国である、アインズールゴーン魔導国へと援助を求めるが、という感じだ。マッチポンプの匂いがプンプンするんだけど。まあ、端的に言ってしまえばそうだな。だが、大虐殺やゲヘナに勝るとも劣らない壮大なストーリーが展開するし、特に12巻ではオーバーロードの真骨頂を見れると思うから、個人的にはぜひとも読んでほしい部分だぜ。こうやって聞くとすごく面白そうだよね。興味が湧くっていうかなんというか。それなら説明した甲斐があったぜ。私も、もともと原作や書籍版の読者を増やすためにオバロの解説を始めたってところがあるから、少しでも読者が増えてくれれば嬉しいな。ってわけで、今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。ご意見、ご感想、ご指摘等ございましたら、ぜひコメント欄の方にお願いしますだぜ。わかりやすい、ためになったという方がいらっしゃれば、チャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。